はいどうも皆さんこんにちは。サーディの方のゲントです。皆さん SAT ってご存知ですか？ SAT っていうのは簡単に言うとね、アメリカ版の共通テストということで、アメリカのね大学を受験する人のほとんどがね受ける試験なんですね。その SAT の英語の試験の中にアナロジーっていう単元があるんですけど、そのアナロジーめちゃくちゃ単語のいい復習になるんですね。そのアナロジーを解きながらも勉強になるし、解説を聞くだけでねすごい単語力が上がるんですね。そして何よりね解いてて楽しいんですよ。今回そのアナロジーの練習問題を8問用意したので、ぜひ皆さんね単語チェックとして挑戦してみてもらえたらいいなと思います。ということで早速やっていきましょう。これがねアナロジーのね問題なんですけど、アナロジーの問題どういう問題かわかんないと思うので、第1問だけみんなでね一緒にやっていきます。まずねアナロジーは何を答えたいかというと、これ最初 Earth と Planet 2つ単語ありますよね。この2つの単語の関係性と同じものを A、B、C、D の4つの中から選んであげてと、そういう問題なんですね。このね第1問で言うと Earth は地球ですね、 Planet は惑星ですね。ということでPlanet の一種が Earth である、こういう関係が成り立ってるわけですね。その関係になっているものを A、B、C、D から探していけばいいと。Typical は典型的な、 Ordinary は普通のですね。だから似た意味なんですね。これは似たような意味。次 Tomato トマト、 Lettuce レタス、これはね同じ野菜っていう分類があって、その海外念の2つという関係になってる。カッコ C は Dollar ドルですね。で Currency、 これちょっとね難しいんですけど、これ通貨とね意味があるんですね。すなわちドルはね通貨のうちの一つという関係になってるので C が答えと。ちなみに Paper は紙で Tree は木ということで、これはね紙は木からできていると、材料の関係になってるんですね。こんな感じで2つの意味、それの関係性が一致するものをしっかりと探していくと。すなわちこれ2つのね単語の意味だけじゃなくて、2つの単語の関係性まで分かってないと答えが出せないということでね、本当の単語力が問われるという、すごいねいい問題なんですね。ということで残り7問、結構難しい問題も入ってるんですけど、楽しんで解いていきましょう。それでは第2問 Rural と Urban、 この2つの関係と一致するものを選んでください。よろしいでしょうか。rural ですね、田舎のという意味ですよね。で urban、 これは都市のと、都会のって感じですね。ということでこの2つの関係は対義語になっていると。ということで A から D のうち対義語となっているものをしっかりと選んであげる。 Politics は政治ですね。 Economy は経済ということで対義語ではない。次カッコ B は Deny、 これ否定するですね。よくね言われることとして出ないと否定するっていうね語呂合わせみたいなのがあるんですけど、 accept はこれは肯定する、受け入れるって感じですね。ということで否定すると受け入れるで対義語になってると。 deny と accept は対義語。次に C を見ていくと delicate はこれ繊細なんですね。デリケートなっていう風に日本語で言いますけど、そのね元の意味は繊細なって感じなんですね。で次バイリンガル、これはバイリンガルって日本語でも言うけど、2つのね言語を喋ると。これはもう全く関係ないですよね。じゃあ次 D、 country は国ですね。で continent、 これはね何ですかね、大陸ですよね。ということで、continent っていうものがあって、その中に country が物理的に入っていると、そういうイメージですね。ということで rural と urban、対義語の関係になっているものはこの B、 deny と accept が正解でした。それでは続いて第3問 Smart と Intelligence、 この2つの単語の関係と等しいものを4択の中から選んでください。よろしいでしょうか。これ Smart、 賢いって意味ですよね。スマートなってね痩せたっていうイメージね持ってる方もいるかもしれないんですけど、痩せたはねどっちかっていうと slender とかね。でこの smart は英語では賢いと意味になると。インテリジェンスもね賢いなので、これは同義語という風になってるわけですね。だから A から D の中で同義語を探してあげればよくて、A はヒルは丘、マウンテンは山ということで同義語ではないですね。
丘はちっちゃい山、そのね、標高何メートルかどうかっていうところの基準はないんですけど、丘はちっちゃめのね、こう出っ張ってるもの、山は結構大きめの出っ張ってるものみたいな感じですね。続いて B は glass と fragile。 glass はね、ガラスですよね。で fragile はこれ壊れやすい、脆いって感じですね。ということで、これガラスの性質を表していると。次、カッコ C、humid と moist。これね、humid はジメッとしていると、湿気のあるって感じですね。で、これ moist もね、湿気のあるという意味になるので、これは同じと。じゃあラスト、カッコ D は bright と dark。bright は明るい、dark は暗いと。このね、bright はね、賢いって意味もあるんですけど、明るいっていう意味で取ると対義語と。なので、今回ね、同義語を選んであげればいいので、C が答えになるよというふうになるわけですね。じゃあ続いて4問目。space と astronomer。この2つの単語と同じ関係にあるものを選んでください。よろしいでしょうか。スペース。スペースはね、空間って意味があるんですけど、この横の astronomer っていうものを見てあげると、astronomer 天文学者ですよね。ということで、このスペースはね、宇宙という風に取ってあげると、宇宙を研究する人、天文学者っていう風になると。ということで A から D の中から1単語目を研究する人が2単語目になっていると。そういう関係のものを選んであげればよくて、カッコ A はプラント、植物ですね。で、zoologist。これね、分かんなくても zoo ってある。動物園と。だからなんかね、動物系かなと。答えはね、動物学者なんですけど、こういう感じで語源からね、類推できるわけですね。次、カッコ B、language。これは言語。で、次のね、単語難しいんですけど、archaeologist。これはね、考古学者なんですね。続いて、カッコ C。3は太陽とかね。で、biologist。バイオのイメージがね、生物なんですけど、だから生物学者と。じゃあラスト D、mind と psychologist。この mind は心とかね、精神とかっていう意味がありますね。他に mind ね、do you mind asking みたいな、気にしますかと、気に障るかっていう意味もありますけど、今回 psychologist の関係で心、精神。で、psychologist の方は、これ psy っていうのがあって、psy っていうのはね、大体、心のとか心理のっていうイメージがあるわけなんですね。ということで psychologist、心理学者と。この中で1単語目を研究する人が2単語目になっているものは、これカッコ D ですね。この問題、結構ね、単語レベルは難しいわけなんですけど、例えば zoo とか bio とか sci とか、そのイメージを持ってもらえれば、なんとなくね、答えられちゃうと。そういうね、語源から考えるっていうことの重要性もね、わかりますね。続いて第5問。electricity と consent。この2つの単語の関係性と同じものを A から D の中から選んでください。よろしいでしょうか。この問題ね、実はめちゃくちゃ難しくてですね、結構ね、間違えてる方も多いと思うんですけど、とにかく解説していきます。electricity。これは電気ですね。で、こっちのね、consent。このコンセントね、この電気に引っ張られて、コンセント、こういう風にね、捉えちゃった方、多分ね、多いと思うんですけど、これ実はですね、日本語のコンセント、これ、英語のね、コンセントにはね、コンセントって意味ないんですね。日本語のコンセントは、英語ではね、プラグっていう風に言うんですね。じゃあ、英語のコンセント、これどういう意味になるかというと、同意って意味があるんですね。have a consent みたいな感じで同意がある。コンセント。だから、これ電気とね、同意。これ全く関係ない2単語が並んでるというふうに言えるわけなんですね。ということで A から D の中から無関係のものを選んであげればいいんですけど、それが分かったとて、これね、間違えてしまう人間違えてしまうんですね。だからかなりの難問なんですけど、とりあえず A から見ていくと、bone。これはね、骨ですね。で、skeleton。これはね、骨っていうふうにね、勘違いしてる方も多いと思うんですけど、これ実は骨格って感じなんですね。要はスケルトンっていうのはボーンが集まってある形を作ったものっていうことになってるので、スケルトンの構成要素がボーンだという関係になってると。次 B と C はねちょっと飛ばして fuel。 これは燃料ですね。次 gasoline。 これガソリンですね。ということで1つ目の単語は2つ目の単語の上位概念になっていると。じゃあ問題のね B と C なんですけど、まず B の mint。ミントで coin。無関係そうだなと。次 C poverty。 貧困ですね。で tail。 尻尾。これもなんか関係なさそうだなっていう風になって、どっちも関係なさそうですね。だから B と C で迷ってしまうと、その時にC poverty 貧困ってことはこれ尻尾。
なんか尻尾ってことは、その終わりの方っていう感じで、なんか貧困って意味を取り得そうだなっていう風にね、感じるわけですね。ということで C はね、ちょっと関係があって B が答えっていう風にね、考えてしまう方。これ実はね、B が答えじゃなくて、これ C が答えなんですね。っていうのも、これ、尻尾っていう意味が貧困っていう意味になり得ないと。これテイルっていうね、言葉の幅の問題なんですけど、このテイルっていうものは本当に尻尾でしかなくて、そこから先で、最後尾みたいな意味は全くないわけなんですね。一方で、このミント、これミントっていう風に書いたんですけど、ミント以外にね、これ造幣局って意味があるんですね。こんなの難しすぎるよってね、思う方たくさんいると思うんですけど、これ実はですね、この MIN、この並びってお金に関することじゃないかっていう風に推測できるんですね。要はさっきね、サイコロジストのサイっていうのは心のっていうことから、なんか心に関する何かかなっていうふうに推測できるのと一緒で、MIN、他にもね、MON で始まるものっていうのは、お金に関することと結構ね、関係が深いと。マニーとかもそうですよね。これらはモネタっていうね、女神がいて、これ全てね、語源を同じにしてると。だからこのマニーとね、ミン、ワンで始まるものっていうものはなんかね、似てると。こういうニュアンスがあるわけなんですね。そのことから推測して、コインと関係ありそうだなっていう風にして、こう消去してあげられると。よって答えは C という風になるわけですね。これはね、超難問なので、解けた方は本当にお見事ですね。じゃあ続いて第6問。Fire と Burn。この2つの単語と同じ関係のものを A から D の中から選んでください。Fire to burn。fire のね、炎ですよね。じゃあこの burn って何なのかって言ったら、燃えるって意味がありますね。他にも、やけどって意味がありますよね。サンバーンとかそうですね。太陽のやけどってことで日焼け。そういうことで、炎が燃えるっていう風に考えてもよし、炎のせいでやけど。こういうね、分岐があるのでちょっと難しい。じゃあその中で、この A から D の中で、それっぽいね、同じ関係になり得るものを探していけばいいわけなんですけど、wind と air。これ風と空気ですね。空気があって風が生まれると、そういう関係になってますよね。次はカッコ B、rust と oxygen。この rust はサビ。で、oxygen、これ酸素ですね。オキシジェンのね、O が O2 の O。ということで、これ酸素によってサビが引き起こされる。原因結果の関係になってますね。カッコ C、rain と flood。rain は雨。flood はね、これ洪水ですね。ということで、これ rain、雨によって flood、洪水が引き起こされる。これ原因結果の関係になってると。カッコ B と逆ですね。じゃあカッコ D、earthquake と magnitude。これは earthquake は地震で、マグニチュードはそのままですね。だから地震の規模を表す単位がマグニチュードという関係になっている。ということで、炎を燃えるっていう関係のものはどこにもなくて、炎やけど、すなわちこれ、炎が原因となってやけどという結果を生む。こういう関係のもの、カッコ C が答えになるというわけなんですね。これもまた burn をね、燃えるじゃなくてやけどとして捉えてあげることによって原因結果のもの、対応するものがあると。それを見抜いてあげるっていうね、結構難しい問題なんですけど、解けた方は素晴らしいと思います。じゃあ続いて第7問。hungry と stirred。これと同じ関係にあるものを A から D の中から選んでください。これもですね、結構迷った方多いんじゃないかなって思うんですけど、これ hungry、お腹空いてると。空腹って感じですね。starve、これも空腹ですよね。ということで、hungry と starve、同じ意味なんじゃないかなっていうふうに思うと。じゃあそれをね、同じ意味のものを探していくと、A、vote、これは投票。election、これは選挙と。選挙の時に投票すると、そういう関係になってますね。次、カッコ B、courageous と brave。courageous はね、courage、勇気。それの形容詞形なので、勇敢なって感じですね。で、brave もね、同じく勇敢なって感じなんですね。ということで、これは同義語と。じゃあ次、カッコ C、longitude。これ、経度ですね。で、latitude は、これ、緯度と。このね、緯度、経度、latitude と longitude。これセットで押さえてほしいんですけど、同義語ではないですね。じゃあラスト D、tired と exhausted。tired は疲れ果てたですね。疲れたと。で、exhausted も疲れたと。ということで、これも同義語だなと。
今回同義語のものを探さなきゃいけないので B と D どっちも答えなのかなっていう風になるわけですね。でこういう問題がですねアナロジーでね真に問われる能力なんですね。要はこれ2つのね単語のなんとなくの意味、日本語でどっちもお腹すいただな、どっちも勇敢だな、どっちも疲れただなっていうね日本語訳だけじゃなくてそのニュアンスまでしっかりとねその関係性含めて抑えられると。すなわちこれ hungry, starve どっちもね、お腹すいたって意味ではあるんですけど、この starve っていうのはお腹すいたっていうよりかはもうペコペコ、要は強烈に hungry っていう感じなんですね。だから強調とこういう関係になってるわけなんですね。そういう目で見ていくと、かっこ be courageous と brave。これはね、本当に勇敢なっていうね、対等な関係性になってるんですけど、このカッコ D の tired と exhausted。この exhausted っていうのは、ただ疲れただけじゃなくて、もう本当に疲れ果てていると。もうヘトヘトっていう感じなんですね。ということで、extremely tired。本当に疲れたというこの強調の意味になっているので、B ではなく B が答えだと。こういう風になるわけなんですね。この問題ね、偶然 D って選べた方もいると思うんですけど、しっかりね、B じゃなくて D なんだ。これをね、しっかり見抜いてあげる。これこそがアナロジーで問われる能力なんですね。じゃあラスト、第8問。Judge と Court。この2つの単語と同じ関係にあるものを A から D の中から選んでください。この問題のポイントはですね、この Judge と Court。これをどういうふうに訳出するかっていうことなんですけど、Judge。これは判断するですよね。で、コート。テニスコートとかのコートか。こうやって判断するとコートっていうふうに訳出してしまうと、これね、関係なさそうになってしまいますよね。正しくはね、これ Judge と Court。これセットで、Judge がね、裁判官。Court がこれ裁判所と。こういう意味がある。これをしっかりね、押さえておきましょう。これ超重要単語。ということで、裁判官が裁判所の中で仕事をすると、そういう関係になっているので、そのものを探していく。かっこいい。boxer。これボクサーですね、そのまま。じゃあ、このリングなんですけど、リングにはいろんな意味があって、輪っかとかね、そういう意味もあるんですけど、この boxer。この関係で言うと、これボクシングリングって言いますよね。リングに上がるとか。ボクシング場、ボクシングリング。ということで、これボクサーがリングで戦うという関係になってるわけなんですね。じゃあ、括弧 B 見ていくと、シェフ。これはシェフですね。シェフって書くんですけど、シェフっていう風に読むと。で、次、メニューね。別にシェフがメニューの中で働くってわけじゃないですね。じゃあ、続いて括弧 C。soldier と wound。これ wound って読むんですけど、soldier は剣士と。で、wound は傷ですね。ということで、剣士が傷を負わせるけど、傷の中で戦うわけではない。じゃあ、ラスト、括弧 D。pilot。これはパイロットですね。そのまんま。で、エンジン。これもエンジンそのまま。ということで、パイロットはエンジンを動かすけど、エンジンの中で働くことはないので、答えは A というふうになるわけです。この問題もね、Judge Court。この意味をしっかりと取ってあげた上で、Ring。これがボクシングリングなんだと。それはね、ちゃんと把握しなきゃいけないので、難しい問題かなと思います。ということで、8問やってきたわけなんですけど、皆さん何問解けたでしょうか？このアナロジーは単語の意味だけじゃなくて、その単語の関係性、つながり、そのニュアンスまでもね、しっかりと押さえてないと解けない問題が多いので、すごいね、単語の復習になるわけなんですね。もちろん解くのも勉強になるんですけど、この問題をね、自分で作るのもすごいいい勉強になるので、ぜひね、友達と一緒に問題を出し合って、単語力ね、お互い向上させてもらえたらいいかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。